皆様、こんにちは。長年、夫婦や恋人たちの心に寄り添い、関係修復のカウンセリングをしております。〇〇と申します。今日は、普段はあまり語られることのない、しかし、すべてのカップルが心のどこかで感じているであろう。ある静かな危機についてお話ししたいと思います。長く連れ添ったパートナー、かつては見つめ合うだけで心が通じ、触れ合うだけで愛おしさがこみ上げたはずなのに、いつからでしょうか。同じ家に住み、同じ食卓を囲み、同じベッドで眠っているはずなのに、まるで心だけが別の場所にいるかのようなあの感覚。会話は子供のこと、仕事のこと、明日の予定のことばかり。肝心な私たちの心についての会話はもう何年も交わされていない。そんな風に感じたことはありませんか？これは決して特別な誰かの話ではありません。本当に多くのカップルがこの静かな距離感に悩み苦しんでいます。まるで愛という名の美しい湖がいつの間にか感情の檻で濁り、かつての輝きを失ってしまったかのようです。表面上は穏やかに見えても、その水面下では言えなかった言葉、満たされなかった思い、そして小さな失望が静かにしかし確実に積み重なっています。愛し合っているはずなのに、どうして私たちは同じベッドに眠る他人になってしまったのだろう。この問いは多くの人の胸に突き刺さる痛みを伴う問いです。私たちは忙しい日々に追われ、この最も重要な問いから目を背けてしまいがちです。しかし今日この動画を最後までご覧いただくことで、皆様は単なる問題解決のテクニックを手に入れるだけではありません。失われかけていたお二人の関係の魂とも呼ぶべきもの、その温かく生き生きとしたつながりをもう一度見つけ出すための具体的な光を見出すことになるでしょう。多くの人がパートナーの満足度を測るために、彼女の言葉や表情、あるいはもっと直接的な反応に注目します。しかし、本当に大切なサインは、もっと繊細で無意識の領域に現れるのです。それは、ふとした瞬間の目、何かを求めるようにさまよう手、そして心の距離を正直に映し出す腰の動き。これら3つの部位が言葉以上に雄弁に彼女の心の状態を告白しているとしたら、この動画ではそうした体が発する微細なサインを読み解く方法を学ぶだけではありません。なぜそのようなサインが生まれるのか、その根源にある心のメカニズムを深く理解し、関係性そのものを土壌から豊かに育て直すための本質的なアプローチをお伝えします。これは小手先のテクニックではなく、お二人の未来をより深く、より確かな愛で満たすためのいわば心の処方箋です。どうか最後までお付き合いください。あなたの人生で最も価値のある1時間になることをここにお約束します。さて、本題に入る前に少しだけ自己紹介をさせてください。私はこれまで30年以上にわたり
臨床心理学の知見を機に、数えきれないほどのカップルのご相談に乗ってまいりました。50歳を過ぎ、60代に手が届こうかという今、私が確信していることがあります。それは、愛が冷める、関係がマンネリ化するというのは、決してどちらか一方のせいではないということです。それは、私たちの心と体が経験するごく自然な、そして科学的に説明がつく現象なのです。私たちの愛は終わってしまったんだ、もう昔のようには戻れないと絶望する必要は全くありません。なぜならその現象のメカニズムを正しく理解し、適切なアプローチを取れば、関係性は必ず再生し、むしろ以前よりも深く、成熟した絆を育むことさえ可能だからです。少し専門的なお話をしましょう。恋愛の初期段階では、私たちの脳内は、ドーパミンやノルアドレナリンといった興奮や快感をもたらす神経伝達物質で満たされています。これがいわゆる恋は盲目の状態を作り出します。相手のすべてが輝いて見え、片時も離れたくないと感じるあの情熱的な時期です。しかし人間の脳は非常に賢く、そして効率的にできています。同じ刺激に長期間さらされると、次第にその反応は鈍化していきます。これが慣れの正体です。かつては胸をときめかせたパートナーの存在が日常の風景の一部となり、ドーパミンの放出量も次第に落ち着いてきます。これは関係が安定期に入った証拠でもありますが、同時に刺激や新鮮さが失われたと感じる原因にもなるのです。さらに日々のストレスや疲れ、コミュニケーション不足が重なると、脳内にはコルチゾールなどのストレスホルモンが増加します。これが愛情ホルモンとも呼ばれるオキシトシンの働きを阻害し、心のつながりを感じにくくさせてしまう。こうして心理的な倦怠期、あるいは無関心という名の厚い壁が2人の間にゆっくりと築かれていくのです。このプロセスを私は神経回路の固定化と呼んでいます。毎日同じ道を車で走っていると、やがてわだちができますね。それと同じように、ネガティブなコミュニケーションや無関心な態度を繰り返していると、脳の中にそのような反応を自動的に引き起こす。太く頑丈な神経回路、つまり思考と感情のわだちが刻まれてしまうのです。しかし、ここからが希望の話です。私たちの脳には神経可塑性という素晴らしい性質があります。これは新しい経験や学習によって神経回路を変化させ再構築する能力のことです。つまり意識的に新しい行動やコミュニケーションのパターンを取り入れることで、ネガティブなわだちを消し、ポジティブで愛情に満ちた新しい道を脳の中に作り出すことができるのです。この動画でお伝えするのは、まさにそのための具体的な方法です。問題を誰かのせいにするのではなく、解決可能な科学的現象として捉え直すこと。それが関係修復の第一歩であり、
最も重要な鍵となります。あなたが今感じている無力感や失望は、決して永続的なものではありません。それは変えることができるのです。さあ、一緒にその方法を学んでいきましょう。関係性を再生させるための最初の鍵。それは、聞くという行為を全く新しいレベルへと引き上げることです。私はこれを主体的傾聴、あるいは魂で聞く技術と呼んでいます。私たちは普段、パートナーの話を聞きながらも、実は頭の中では別のことを考えています。次に何を言おうか、どう反論しようか、どうやってこの問題を解決しようか。そんな風に思考はもう自分の中に向かっている。あるいはスマートフォンに目を落としながら、ただ相槌だけを打っているかもしれません。それは確かに聞いてはいます。でも、それは聞いてはいないんです。音として耳に届いてはいても、相手の心の叫びは全く届いていないのです。では、主体的傾聴とは何か。それは、自分の思考や判断を一旦すべて脇に置いて、全身全霊を耳にして相手の世界に深く入り込む。そんな行為です。単に語られる言葉を聞くのではありません。むしろ言葉にならなかったもの、それをこそ感じ取り受け取る。それが魂で聞くこと。では、私たちは具体的に何を聞くべきなのでしょうか。一つ目は、声のトーン。同じ大丈夫という言葉でも、その響きは全く違います。例えば、安心している時の温かく穏やかな大丈夫。不安や疲れを隠す少し上ずった大丈夫。そしてもう、これ以上話したくないという拒絶を含んだ。低く冷たい大丈夫。その微細な震え、高さ、速さ。その声の裏に本当の感情が隠されています。二つ目は沈黙。会話の間や沈黙を私たちは気まずいものだと思いがちです。でも本当に大切な沈黙があります。例えば言葉を探している沈黙。感情がこみ上げて言葉に詰まる沈黙。あるいは言いたいけど言えない諦めの沈黙。その沈黙に私たちはただ静かに寄り添う。焦らず遮らず、その沈黙の意味を心で感じ取るんです。三つ目は身体言語。話している言葉とは裏腹に腕を組んでいないか、視線が合っているか、指先が落ち着きなく動いていないか。体は最も正直な語り部です。特に目と手、この二つは心の状態を如実に表します。さて、この主体的傾聴を今日から実践する方法をお伝えしましょう。それが5分間の約束です。やり方はこうです。まず、タイマーを5分にセットします。そして、1人が話して、もう1人が聞き手になります。この5分間、話し手は、心の中にあることを自由に話します。仕事の愚痴でもいい。最近感じたちょっとした喜びでもいい。将来への不安でもまとまっていなくてもいい。何でも話していいんです。そして最も重要なのは聞き手
の役割です。この5分間、絶対に口を挟んではいけません。アドバイスもしない。反論もしない。自分の意見も言わない。ただ、相手の目を見て、うなずきながら、その言葉と感情をスポンジのように吸収する。相手が黙ったら、その沈黙にただ静かに付き合う。5分経ったら役割を交代します。最初は週に1度でも構いません。はじめは気まずく感じるかもしれません。何を話していいかわからなくなるかもしれません。でも続けていくうちに驚くべき変化が訪れます。この人は今私の話を本当に聞いてくれている。ここでは何を言っても否定されない。そう感じるようになるとき、心の奥深くに固く閉ざされていた扉が少しずつ開いていくのです。これがすべてのコミュニケーションの土台になる最も重要で最もパワフルな第一歩なのです。関係性を育むための第二の鍵、それは愛情表現の言語を深く理解し、そして使いこなす力です。アメリカのカウンセラー、ゲイリー・チャップマン博士が提唱した5つの愛の言語という考え方をご存知の方もいるかもしれません。今日はその概念をもう一歩深く掘り下げて、より実践的なレベルでお話ししたいと思います。博士はこう言います。人が愛されていると感じる主な方法は大きく分けて5つある。それがこちらです。肯定的な言葉、質の高い時間、贈り物、奉仕の行動、身体的な触れ合い。でも、ここに大きな問題があるのです。多くのカップルが自分が得意な言語で愛を語り、相手が必要としている言語を話せない。だから気持ちがすれ違うんです。例えば、夫は仕事を頑張ることで、つまり奉仕の行動、愛を示しているつもりでも、妻が本当に欲しいのはたった10分でもゆっくり話す時間、つまり質の高い時間かもしれない。妻はありがとう、助かるよなど肯定的な言葉で感謝を伝えていても、夫にとってはそっと肩を揉んでくれること、つまり身体的な触れ合いの方が何倍も愛を感じるのかもしれない。これってまるで一方が日本語でもう一方がフランス語で必死に愛してると叫び合っているようなものです。気持ちはある。でも意味が伝わらない。そしてなぜこんなにも愛してるのに伝わらないの？そう思ってお互いに孤独感を深めてしまうのです。ですから私たちが学ぶべきなのは自分の愛の言語を知ることだけではありません。相手の主要な愛の言語を解読し、その言語で愛を語ること、いわば愛のバイリンガルになる努力が必要なのです。ではどうすれば相手の言語を解読できるのでしょうか。ヒントは日常の中に隠されています。相手が何に最も不満を感じているか、そして何をよく求めてくるか、この2つにしっかり耳を傾けてみてください。例えば、あなたは私の話を全然聞いてくれない。いつもスマホばっかり見てるよね。
そう言われたら、その人の第一言語は、質の高い時間かもしれません。彼女が本当に求めているのは、分割されていない注意、つまり、あなたの眼差しと存在そのものなのです。あなたって何も手伝ってくれないよね。この言葉は、奉仕の行動が言語のサインです。あなたがゴミを出すこと、皿を洗うこと、子供をお風呂に入れること、それらすべてが愛してるというメッセージとして届くのです。もし誕生日や記念日を忘れるとひどく落ち込むなら、その人の言語は贈り物かもしれません。大事なのはプレゼントの値段ではありません。私のことを考えてくれた、手間と時間をかけてくれた、そのプロセスこそが愛の証になるのです。この言語の解読は一度やったら終わりというものではありません。継続的な観察と、そして勇気を出して聞くこと。ねえ、僕がどんな時に愛されてるって思う？そんなたった一言の問いかけが二人の関係を大きく動かします。そして相手の母語、今度は意識してその言語を使ってみること。最初はぎこちないかもしれません。慣れていないとちょっと不自然に感じるかもしれません。でもその小さな努力がアスタリスク相手の心の渇きを癒す恵みの雨アスタリスクになるんです。例えば質の高い時間が言語の相手には1日10分でもいい。スマホを置いてただ彼女の話に耳を傾ける。肯定的な言葉が言語の相手には、君の料理本当に美味しいね。いつもありがとう。そんな具体的な言葉をきちんと伝える。これは相手にこびることではありません。相手の世界を尊重し、相手が最も受け取りやすい形で愛を届ける。それが最も賢明で最も効果的な翻訳作業なのです。この努力を重ねていくことで、2人の間にあった誤解の壁は少しずつ解けていきます。そして心と心の対話が再び優しく滑らかに流れ始めることでしょう。ここで私が実際にカウンセリングで出会ったあるご夫婦のお話をさせてください。もちろんプライバシーに配慮して名前や状況は一部変更しています。仮にお二人をケンジさんとユミさんとお呼びしましょう。ケンジさんご夫妻は結婚して15年目。二人のお子さんにも恵まれ、傍から見れば何の問題もない幸せそうな家庭でした。でも私のカウンセリングルームのソファに並んで座るお二人の間には、目には見えないしかし氷のように冷たい壁が確かに存在していました。先生、私たちもう何年もまともに話していません。そう語ったのはユミさん。うつむいたままか細い声で絞り出すように言いました。会話といえば子供の学校行事の確認か、どちらが何を買いに行くかという事務連絡だけ。夫が何を考えているのか全くわかりません。多分夫も私のことなんてどうでもいいんだと思います。一方のケンジさんは腕を組み、ただ黙って窓の外を眺めていました。
私がケンジさんはどうお感じですかと問いかけても、いや、特に別に問題はないと思いますが、そう短く返すだけ。彼の表情からは感情を読み取ることがほとんどできませんでした。彼らはまさに沈黙のカップルでした。私はお二人にあるシンプルな宿題を出しました。以前お話しした主体的傾聴の練習です。そう、5分間の約束。たった5分、どちらか一方が話し、もう一方はただ聞く。それだけの、でもとても大切なワークです。ケンジさんは少し眉を潜めながら、そんなことで何が変わるんですか？そう言いたげな目をしていました。1週間後、再び現れたお二人の様子は、一見したところ、あまり変わっていませんでした。ユミさんはこう言いました。最初の数日は地獄みたいでした。ケンジさんが話し手になっても、最初の3分間はずっと沈黙。ようやく出た言葉は、仕事、疲れた。それだけ。ユミさんが話し手になった時も、ケンジさんは無表情のまま、ただ座っている。本当に聞いてるのかどうかすらわからない。そう感じたそうです。ユミさんの顔には、諦めの色が浮かんでいました。やっぱり無駄でした。その時、私はこう提案しました。では、今ここで、私の前でやってみましょう。まずは、ユミさんが話し手に、彼女はパート先での出来事や子供たちの様子を淡々と話し始めました。ケンジさんは指示通り黙って聞いています。ただ、私は見逃しませんでした。彼の指先がズボンを静かに握りしめていたことを。3分ほど経った時です。ユミさんの声がふと途切れました。そして咳を切ったように涙がこぼれ落ちたのです。寂しいんです。ずっと一人でいるみたいで寂しい。それは用意された言葉ではありませんでした。ただ黙って聞いてくれる存在を前にして心の奥に押し込めていた本音がふと漏れ出たのです。その瞬間、ケンジさんの表情が変わりました。驚き、戸惑い、そしてほんのわずかに痛みのような色が浮かびました。彼は思わず何かを言いかけましたが、ルールを思い出し、唇をぐっと結びました。次はケンジさんの番です。彼はしばらく黙った後、ぽつりぽつりと語り始めました。どう話したらいいのかわからなかった。何を言ってもお前を怒らせるだけだと思ってたから。それは彼からのアスタリスク初めての心の開示アスタリスクでした。会社では毎日頭を下げてる。理不尽なことにも耐えてる。家に帰ったらもう何も考えたくなかった。ただ静かにしていたかっただけなんだ。それがお前を寂しがらせてたなんて思ってなかった。その日を境に二人の間にほんのわずかですが暖かい空気が流れ始めました。氷の壁に小さなひびが入ったのです。言葉そのものではなく、聞くという姿勢を通して二人は初めてお互いの孤独に触れたのです。この沈黙のカップルの物語が私たちに教えてくれること、それはコミュニケーションとは
単なる言葉のやり取りではないということ。心を傾け、相手の存在を丸ごと受け止めようとする姿勢。そこから全ては始まるのです。関係修復の旅には3つの鍵があります。そのうちの第3の、そして最も革新的な鍵。それは安全な空間を築くこと。でも、これは単に部屋や場所のことではありません。どんなに正直な気持ちを打ち明けても、どんなに弱い自分をさらけ出しても、決してジャッジされない、攻撃されない、そんな心の聖域のことです。なぜこれがそれほどまでに重要なのでしょうか。それは私たちが真につながるためには、脆弱性、バルネラビリティが不可欠だからです。自分の弱さや不安、恐れを相手に見せること。でも人は安全を感じられない場所で心の鎧を脱ぐことは絶対にできません。ちょっと想像してみてください。あなたが過去の過ちや誰にも言えなかったコンプレックス、あるいは将来への不安を勇気を出して打ち明けたとします。その時、パートナーからこんな言葉が返ってきたら、そんなことだからお前はダメなんだ。いつまでそんなこと言ってるんだ。もっと前向きに考えろよ。きっとあなたはこう思うでしょう。もう二度とこの人には心を開かないと。心は一度閉ざされると簡単には開かれません。そして関係の壁はますます厚く、そして高くなっていくのです。安全な空間とは、このような3つの毒から守られた場所です。それは、ジャッジメント、批判、評価、ブレーム、非難、アドバイス、安易な助言。この3つの毒から心を守ることで、ようやく私たちは元の自分でそこにいられるようになる。では、この空間を築くために何が必要でしょうか？いくつかのルールを心に刻むことです。第一のルール、批判しない、評価しない。相手の感情がどれほど非論理的に思えても、それを裁かず、こう受け止めること。そうか、今、君はそう感じているんだね。善悪や正誤のラベルを貼らずに、ただ、感情の存在、そのものを認めることから始めるのです。第2のルール、非難しない。特に、相手が過去の過ちを打ち明けてくれたとき、それを、やっぱりお前のせいだったと、責める材料にしてはいけません。過去は変えられません。でも、その失敗から何を学び、これからどうするかは、二人で未来を作るためのかけがえのない糧になるのです。第3のルール、すぐに解決しようとしない。これは、特に男性が陥りやすい落とし穴です。パートナーが不安や不満を語るとき、多くの場合、アスタリスク解決策ではなく共感アスタリスクを求めています。それは辛かったね。そうか、大変だったんだね。そんな一言があるだけで、人は自分で前を向く力を少しずつ取り戻していくのです。安全な空間は一夜にして生まれるものではありません。それは日々の小さな言葉と態度の積み重ね。まるでレンガを一つ一つ丁寧に積み上げるように、ゆっくりとしかし確かに築かれていくものです。
例えば、パートナーが仕事のミスで落ち込んでいるとき、だから言ったじゃないか、ではなく、大変だったな、今日はゆっくり休めよと声をかける。子育てのことで意見がすれ違ったとき、君のやり方は間違っている、ではなく、どうしてそう考えるのか、もっと教えてくれないかと尋ねる。その一つ一つの小さな選択が、この人の前なら安心して自分でいられるという信頼の土壌を育んでいくのです。そしてその土壌の上でこそ、人は最も美しい本物の自分という花をようやく咲かせることができるのです。この安全な空間こそが、関係の中で癒しが起こる唯一の場所。過去の傷、言えなかった本音、誰にも話せなかった夢、それらをお互いに安心して見せ合えるようになった時、二人の絆はもはや表面的なものではありません。魂のレベルで深く結びついた、壊れることのない関係へと昇華していくのです。さて、私たちの旅はいよいよ第4の鍵へと進みます。それは言葉を超えたもう一つのコミュニケーション、身体的な触れ合いが持つ驚くべき力についてです。これまで私たちは聞くこと、語ること、そして安全な空間を築くことの大切さを学んできました。でもこの第4の鍵は、そのすべてを支え、さらには増幅させる、最も根源的で、最もパワフルな要素と言えるかもしれません。私たちの肌は、ただの皮膚ではありません。第二の脳、あるいは露出した脳とさえ呼ばれています。それほどまでに触れるという感覚は、私たちの心と体に直接的で深い影響を与えるのです。とりわけ愛情のこもった穏やかな触れ合いは、私たちの脳にあるホルモンを分泌させます。それがオキシトシン、愛情ホルモン、絆ホルモン、そんな風にも呼ばれるこの物質は、安心感、信頼感、そして人との深い結びつきを生み出す。まさに奇跡のホルモンです。激しいキスや性的な関係だけがオキシトシンを生み出すわけではありません。むしろ日常の中にさりげなく溶け込んだ小さくて温かな触れ合いこそが、関係に持続的な幸福と深いつながりをもたらすのです。例えば、こんな触れ合いがあります。一つ目、ハグ。心理学の研究によると、20秒間のハグは、血圧を下げ、ストレスホルモン、コルチゾールの分泌を抑えるそうです。朝の行ってきますのハグ、帰宅した時のおかえりのハグ、喧嘩の後、言葉が出てこない時の静かなハグ。そのたった数秒が、アスタリスクあなたは一人じゃない。私はあなたの味方だよ。アスタリスクという、何千もの言葉に勝るメッセージを、相手の心に直接届けるのです。二つ目、手をつなぐこと。隣を歩くとき、ただ歩くのではなく、そっと手をつないでみる。テレビを見ながら、そっと手を重ねてみる。それだけで、私たちはつながっている。という感覚が、言葉以上に確かに伝わるのです。三つ目、マイクロタッチ。肩に軽く触れる。背中を優しく撫でる。ありがとうと言いながら手にそっと触れる。
こうした何気ない触れ合いが、オキシトシンのシャワーとなって、関係を潤し、癒してくれるのです。でも、ここで一つ、とても大切な注意点があります。それは、安全な空間がないところでは、触れ合いはむしろ逆効果になるということ。心が閉ざされた状態では、触れられることが安心ではなく、ストレスや不快感にさえなり得る。だからこそ、これまでのステップが大切だったのです。主体的に耳を傾けること。愛の言葉で気持ちを伝えること。批判も非難も解決も急がず、ただ寄り添うこと。そのアスタリスク安全な空間、アスタリスクという土台があって初めて、触れ合いは癒しと絆を生み出す魔法の力になるのです。もしあなたのパートナーとの間で触れ合いが減っていると感じたなら、それは心の SOS かもしれません。でもどうか絶望しないでください。再び歩み寄る鍵はアスタリスクほんの小さな触れる勇気アスタリスクから始まります。言葉にできない思いを触れることで伝える。それは言葉の壁を越え、理屈の鎧をすり抜けて、相手の魂に直接届く。最も原始的で、最も誠実な愛の表現なのです。だから今日、ほんの1秒でも構いません。パートナーの手にそっと触れてみてください。そこから2人の関係は言葉を超えてまた静かに動き始めるのです。ここで一つの物語をご紹介したいと思います。それはまるで灰の中からよみがえったような、ある夫婦の奇跡のような再生の記録です。仮にたかしさんとみきさんと呼ばせていただきます。彼らが私の元を訪れた時、すでに離婚届にはサインがされていました。あとは提出するだけ。それが結婚20年。理由は積もり積もったすれ違い。そして何よりも決定的だったのはたかしさんの浮気でした。みきさんの心は裏切られた怒りと深い絶望で完全に凍てついていました。彼女はこう言いました。もう何を言われても信じられません。この人の顔を見るのも声を聞くのも苦痛なんです。そこにはもはや安全な空間などかけらも残っていませんでした。触れ合い？それどころではありません。家庭内はまさに戦場のようでした。正直に言えば、私自身も回復は不可能に近いと感じました。でも、それでも、アスタリスクたかしさんのどんなことでもするから、もう一度チャンスをアスタリスクという、悲痛な叫びと、そして、みきさんの心の奥にわずかに残っていた。かつて愛した人への情の残り火。私はそのわずかな光にかけてみることにしたのです。最初に私たちが言ったのは意外に思われるかもしれません。それは物理的な距離を置くことでした。同じ家にいながらお互いが完全に一人になれる空間と時間を明確にルールとして設けました。これはお互いをこれ以上傷つけないためのいわば緊急避難的な安全地帯の確保だったのです。そして直接の会話は一切やめて手紙やメッセージ、つまり
立ち止まって考える時間を持てる手段に限定しました。そこで取り組んだのは、第6の鍵でもお話しした安全な空間のルール。批判しない、非難しない、すぐに解決しようとしない。その原則のもとで、自分の気持ちだけを正直に綴ることに2人は挑戦しました。ミキさんは何通にもわたって怒り、悲しみ、屈辱を文字にして吐き出しました。たかしさんはそれをただ受け止めました。言い訳は一切せずに、君にそんな思いをさせて本当に申し訳なかった。読んでいて胸が張り裂けそうだ。ただ彼女の痛みへの共感だけを返し続けたのです。数週間が過ぎた頃、ミキさんの手紙にある変化が現れました。なぜあんなことをしたのか、その理由だけが知りたい。それは責める言葉ではありませんでした。純粋な問いでした。そしてたかしさんは初めて自分の弱さを語りました。仕事での重圧、父親、夫としての完璧さへのプレッシャー、そして妻にすら弱音を吐けなくなっていた自分の孤独。それは浮気を正当化する言い訳ではなく、人としての脆さの告白でした。その手紙を読んだ夜、ミキさんはそっとたかしさんの部屋のドアをノックし、温かいお茶を黙ってテーブルの上に置いたのだそうです。ただそれだけの行為。でもその小さな行動は、氷のように冷え切った関係の中で、まるで日だまりのような温かさを持っていました。本当の転機が訪れたのは、さらに数ヶ月後のカウンセリングの場でした。ミキさんが子供の頃のトラウマをぽつりぽつりと語り始めたのです。それは誰にも話したことのない心の奥底にあった傷でした。それは彼女が無意識のうちにアスタリスクここはもう一度安心して話してもいい場所かもしれないアスタリスクと感じ始めていた証でした。その時たかしさんはただ黙って涙を流しながら聞いていました。そして話し終えたミキさんの震える手に自分の手をそっと重ねました。それはアスタリスク何年ぶりかの身体的な触れ合い、アスタリスクでした。ミキさんはその手を振り払いませんでした。この物語が私たちに教えてくれるのは、回復の道は決して一直線ではないということ。そして許しとは忘れることではなく、相手の不完全さを知った上で、それでも共に未来を選び取るという、極めて能動的で勇気ある行為なのだということ。深い傷を負った関係ですら、忍耐強く、誠実に安全な空間を育み、言葉を超えた温かな触れ合いを大切にすれば、肺の中からより深く、より強く、より懸命な愛が静かに再生していくことがあるのです。さて、ここまで関係性を再生し育むための4つの重要な鍵について深く掘り下げてきました。皆様の心には様々な気づきや感情が生まれていることと思います。ここでは一度これまでの内容を整理し、明日から今日この瞬間から実践できる具体的な行動計画としてまとめてみましょう。これは
複雑な理論ではありません。お二人の関係という庭を再び花で満たすためのシンプルで力強い日々の手入れのガイドブックです。まず4つの鍵をもう一度確認しましょう。第一の鍵、深く主体的に聞く魂の傾聴。これはすべての土台です。相手の言葉だけでなく、声のトーン、沈黙、身体言語にまで注意を払い、評価や反論をせず、ただ相手の世界を理解しようと努める姿勢です。第二の鍵、相手の言語で愛を語る愛情の翻訳。自分の得意な方法だけでなく、相手が最も愛されていると感じる言語、肯定的な言葉、質の高い時間、贈り物、奉仕の行動、身体的な触れ合いを意識的に使って愛を伝える努力です。第三の鍵、安全な空間を築く心の聖域。批判、非難、安易な助言をせず、相手がどんな弱さや過ちをさらけ出しても安心して受け止められる心理的な安全地帯を日々の言動で突き上げることです。第四の鍵、言葉を超えた温かい触れ合い、オキシトシンの魔法。ハグや手をつなぐこと、肩にそっと触れることなど、日常的な体の接触を通して絆ホルモンであるオキシトシンを分泌させ、心と体の両方でつながりを深めることです。この4つの鍵を日々の生活に落とし込むための黄金律、ゴールデンルールを3つ提案させてください。これらをお部屋のどこかに貼っておくのも良いかもしれません。黄金律その1、善意を信じるの原則。パートナーの言動にカチンときたとき、すぐに悪意や攻撃だと解釈するのではなく、この人は私を傷つけようとしているわけではないのかもしれない。何か別の意図や言えない事情があるのかもしれない。と、一度立ち止まって考える癖をつけること。常に相手の善意を信じる立場からスタートすることで、無用な争いの9割は防ぐことができます。黄金律その2、一日一感謝の原則。どんなに些細なことでも構いません。一日に一度、必ず、相手への感謝を言葉にして伝えてみてください。お茶を入れてくれてありがとう。いつも仕事を頑張ってくれてありがとう。当たり前だと思っていることの中にこそ、感謝の種は無数に隠されています。感謝は関係性における最高の栄養素です。黄金律その3、デジタルデトックスタイムの原則。1日にたとえ15分でも構いません。お互いにスマートフォンやテレビを消し、ただ2人で向き合う時間を予約するのです。その時間に今日あったことを話してもいいし、ただ黙ってお茶を飲んでもいい。大切なのは、あなたのために他のすべてを遮断して、時間と注意を捧げます。という目に見えないメッセージを相手に送ることです。これは質の高い時間が愛の言語である人にとっては特に効果的です。この行動計画と黄金律は魔法の杖ではありません。一日で劇的な変化が起こるわけではないでしょう。しかし、植物に毎日水をやり、
太陽の光を当てるように、この小さな努力を根気強く続けることで、お二人の関係という土壌は、確実にゆっくりとしかし力強く、豊かさを取り戻していきます。乾ききった大地に、やがて緑の若葉が芽吹くように、焦らず、諦めず、一歩ずつ一緒に歩んでいきましょう。長い時間、私の話に耳を傾けてくださり、本当にありがとうございました。私たちは今日、長く連れ添った関係の中に忍び寄る、静かな危機の正体から始まり、それを乗り越え、より深い絆を育むための4つの鍵、そして具体的な行動計画まで、長い旅をしてきました。最後に、皆様の心に、一つの確かな希望の光を灯しておきたいと思います。愛とは、情熱的な感情の燃え上がりだけを指すのではありません。それは美しい花火のような一瞬の輝きかもしれません。しかし本当に尊く力強い愛とは、むしろ静かにしかし絶え間なく燃え続けるおき火のようなものだと私は信じています。このおき火は何もしなければ、やがて日々の灰に埋もれ、冷たくなってしまうでしょう。しかし、私たちが意識的に、その灰を払い、新しい薪をくべ、そして優しく息を吹きかけ続けるならば、その炎は決して消えることはありません。それどころか、時を経て、より深く、より安定した、穏やかで温かい光を放つようになるのです。今日、私たちが見てきた4つの鍵。深く聞くこと、相手の言語で語ること、安全な空間を築くこと、そして温かく触れ合うこと。これらはまさに、このおき火に息を吹きかけ、薪をくべるための具体的で誰にでもできる愛の営みです。この旅は決して簡単なものではありません。長年かけて染みついた習慣を変えるには勇気と忍耐が必要です。時にはうまくいかずにもどかしい思いをすることもあるでしょう。傷つけ合い後戻りしてしまったかのように感じる日もあるかもしれません。しかしどうかその度に思い出してください。あなたの目の前にいるパートナーはかつてあなたが人生を共に歩みたいと心から願ったかけがえのない存在です。そしてその相手もまた心の奥底ではあなたとの温かいつながりを切望しているのです。関係性を育む努力は義務ではありません。それは自分自身の人生を、そして愛する人の人生をより豊かでより幸せなものにするための最も価値のある投資です。その努力の先には表面的な安らぎではなく、お互いの魂が深く共鳴し合う何者にも代え難い喜びと、人生のあらゆる嵐に立ち向かえる揺るぎない絆が待っています。あなたにはその未来を築く力があります。諦めるのはまだ早い。もう一度あなたの手で愛という名のおき火に温かい息を吹きかけてみませんか。この動画があなたのその一歩を踏み出す小さなきっかけとなれたなら、これに勝る喜びはありません。もしこの話があなたの心に少しでも響いたなら、
どうかあなたが大切に思う人とこの動画を分かち合ってみてください。そしてよろしければコメント欄であなたの物語や感じたことを少しだけ聞かせていただけないでしょうか。一つ一つの物語が同じように悩む誰かの大きな勇気となります。そしてこれからも皆様と一緒により幸せな関係性を築くための旅を続けていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をしてこの旅の仲間になってください。あなたの愛が再び温かく輝き出すことを心から願っています。本日は誠にありがとうございました。